分蜂群の自然入居確率を上げることはニホンミツバチ飼育のスタートと規模拡大のためにとても大切と思います。2024年は自群からの分蜂を2回強制捕獲をしましたが、1群れは登居、もう1群れは別の町箱に自らお引っ越ししました。残念ながら今年の強制捕獲は失敗で成果ゼロと言わざるを得ないと思います。一方、自然入居が4回あり、越冬群2群れと合わせて合計6群れとなりました。まだ7月にも夏分蜂もあると思いますので、2024年のニホンミツバチ捕獲で工夫した点や自然入居に影響した点を現時点でまとめてみました。10個プラス1個あって話が長いですが、いくつかの工夫は自然入居に特に効果があったと思います。少しでも皆さんの参考になれば幸いです。それではやっていきましょう。1番目、暗室。まずは黒いテープで巣箱の隙間を覆って町箱の中を完全に暗くしました。隙間から光が少しでも入ると入居率が下がると聞いたことがあるからです。昨年は覆っておらず入居率も低かったので、もしかしたら効果があったかもしれません。2番目、狭き門。入り口を1箇所の巣門だけにして最初から4面巣門にはしないようにしました。この方が巣箱内がより暗くなり分蜂群が入りやすい気がします。一昨年自然入居した日の夜に単一の巣門から4面巣門に変えたら数日後に登居してしまった経験から思いつきました。現在は入居後1ヶ月くらいでミツバチが増えだしてから4面巣門に変えるようにしています。余談ですが、鉄製台の4面巣門だと底板を引き出せるのでスマホで内見撮影するのが簡単です。一方、単一の巣門だと底板を巣箱に固定しているのでスマホで中を撮影できません。そこで4面巣門にするまでの間はファイバースコープで撮影して入居有無や入居後にミツバチが増える時期を確認するようにしています。ファイバースコープは Amazon で4000円以下でいろいろな種類が販売されています。直径が巣門の高さ 7mm よりも小さい必要があり、私が購入したものは 3.9mm です。概要欄にリンクを貼っておきます。3番目、安定の効果。週末養蜂さんの町箱ルアーを全ての町箱に使用しました。4月末に設置して6月末になっても探索蜂が来ていますので、表記されている45日を超えて2ヶ月も効果が見られています。禁猟編の方が誘引力は強力ですが、開花時期を気にせずに使えて便利です。4番目、分散。数キロ離して複数の町箱を置きました。知り合いの造園屋さんに頼んでメインの鉢場以外にも2箇所ほど置かせてもらっています。昨年はそのうちの1箇所に自然入居したので効果がありましたが、今年は残念ながら入居なし。自然入居の確率を上げるためには町箱同士は200メートル以上離した方が良いと聞いたことがあります。ところが後でお話しするように、場所が良ければ町箱同士を数メートル離すことでも複数の自然入居が実現できました。巣箱同士の距離以上に場所の選定が重要と学びました。5番目、理想集合場所。集合板を製作して昨年から巣箱の近くの木にぶら下げておきましたが、越冬群からの分蜂群はなんと 100% この集合板に集まりました。想像以上の成果です。集合板は手が届く程度の低めの位置に取り付けましたが、それでも必ず分蜂群が集まるので強制捕獲が楽でした。使用した寒冷車のデコボコ具合がちょうど良かったようにも思います。寒冷車は Amazon で購入しました。概要欄にリンクを貼っておきます。6番目、ハイブリッド。丸胴と重箱を組み合わせたハイブリッド町箱が自然入居しやすいと聞きますので、杉の丸胴を購入してハイブリッド町箱を設置しました。激安養蜂チャンネルさんの情報を参考にして、巣門は直径を大きめにくり抜いたり、丸胴と地面の間に隙間を設けました。その結果、探索蜂が来ていた近くの3つの町箱の中でこのハイブリッド町箱に自然入居しました。このような大きな穴の巣門の町箱に入居して秋にスズメバチをどのように防ぐつもりなのか、ニホンミツバチの考えは不思議です。ただ自然界でも7ミリ以上の大きな隙間の巣門のことがほとんどでしょうから、熱殺蜂球以外にもスズメバチを防ぐ算段があるのかもしれません。なお購入した杉の丸胴は残念ながら売り切れのようです。7番目、最強武器。禁猟編を複数使いましたが、特に今年ネットで購入した白花禁猟編が誘引効果が強かったです。白花禁猟編は時期的に遅く咲くので、夏分蜂に開花の時期がぴったりだったのも良かったです。
受粉すると有印成分を出さなくなると聞きますので、ちゃんと洗濯ネットでカバーしてやってきたミツバチによって受粉しないようにしました。自然入居の4階のうちの2階はこの白花金龍片設置の待ち箱です。8番目、吉報。待ち箱の巣門の向きを変えました。巣門は南向きや東向きが入居しやすいと聞きます。それにこだわらないで地形を優先した結果、巣門の向きは北向きになってしまいましたが、良い結果が得られました。良い地形についてはこの後に説明します。9番目、よらば大樹の影。今年一番効果があったと確信しているファクターがこれです。ミツバチ目線で待ち箱設置場所の周囲の地形や障害物の空間的な配置が探索バチの数や入居率に大きく影響しました。具体的には大きなウッドデッキの下の場所で北方向に斜面になっていて見晴らしが良い場所が圧倒的に結果が良かったです。ここは巣門が北向きになるし、冬に日光も当たらないのでこれまでは避けていました。ここに待ち箱を設置した経緯をお話しします。激安養蜂チャンネルさんで棚の中に設置した待ち箱に毎年自然入居があるとお聞きしたのをヒントにして、ウッドデッキ下なら同じように雨や雪が避けられると考えて一つ待ち箱を置いてみました。その結果ですが、ゴールデンウィークに強制捕獲した群れが逃げ出して、このウッドデッキ下の待ち箱にダイレクトインするという珍現象に遭遇しました。どうも強制捕獲前からここを狙っていたようです。これはもしかしてと、同じくウッドデッキ下で数メートル離れた場所に待ち箱を追加したところ、たった数日で近くの八友山飼育群から分蜂群が自然入居しました。これによりこの場所がとても地形的に良いと確信しました。その後にも自然入居が2回あり、4回の自然入居、さらには八友山による1回の強制捕獲も全てこの場所です。なお、激安養蜂チャンネルさんのその後の検証では、設置場所よりも表面凸凹の栗の丸胴の方が勝ったとの結果を拝見しましたので、さらに研究が必要かもです。皆さんも斜面の上で見晴らしが良く、待ち箱の上が大きな木や人工物で屋根のようになっている場所に待ち箱を設置できそうでしょうか。可能な方はぜひ気をつけて試して結果をコメントしていただけると嬉しいです。10番目、柳の下の土壌。さて、ウッドデッキ下があまりに人気なので柳の下の土壌を狙いました。最初の春分蜂入居群が確実に定着した1ヶ月後に春分蜂群を移設して同じ場所に待ち箱を設置しました。その時の近接移設タブーを試した顛末は別の動画にしていますので、よかったらご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。結果は大成功で1週間で夏分蜂群が入居しました。自然入居当日の夜に巣箱を移設して同じ場所で連続して次の入居を狙うのも良いのですが、春分蜂の入居の1ヶ月くらい後に定着した群れを移設して同じ場所で夏分蜂の入居を狙うのも良い作戦と思います。プラス1、八友さん。今年の4回の自然入居の中の2回は近所の八友さんの飼育群からの分蜂群です。八友さん宅は数十メートル離れており、こちらも自然入居の多い良い場所です。近所に飼育群がいると飼育群を増やすのは明らかに有利です。現在八友さんが5群れ、私が6群れでご近所で合計で11群れまで増えました。以上、いろいろと工夫した点を長々とまとめました。この動画が少しでも参考になった方はぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また、ニホンミツバチ捕獲のノウハウの意見交換をさせていただきたいので、これらの工夫についての皆さんのご意見もお気軽にコメントをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。